レンチを描きます。皆様こんにちは。ネイリストのコウエンです。今回作るデザインはこんな感じです。ピンク色のカラーをベースにして、その上にこの指はギャラクシージェルですね。この指はシンプルな一色塗りの上にストーンを少しのせた感じ。先端はミラーアートでフレンチにして、ほんのりピンク色がかったミラーパウダーをのせてます。こんな感じの5本組を本日作りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは動画スタート。こっちの指に塗っていくんですけど、もうすでにベースジェル塗っています。下処理をしてベースジェルにジェルグラフのソリッドベース、こちらを塗った状態でここからスタートしますね。見ていただくといつものようにこれだけでもすごい綺麗なんですけど、この上にカラーを塗っていきます。まず塗っていくのはこのピンク色のカラーはこちらココイストの E の139薄付きのピンク色になります。こんな感じ。じゃあこれを5本薄くでいいので1色塗りしていきます。もう簡単に1色さっさと根元から先端まで塗るだけなので、1回目の1色塗りは本当に透けるぐらい薄くで大丈夫です。1回目でしっかり発色させようとしないでいいので、1回目はムラなく綺麗に伸ばして塗るようなイメージで、先端のエッジですね、この断面もカバーしてあげてください。はい、1度目の1色塗りができましたのでライトで固めます。はい、ライトでしっかりと固めました。次はもう一度塗り重ねるんですけれども、ギャラクシーネイルを塗るところは1色塗りのままで、こういうパーツをつけるところは2度塗りしてちょっと色を重ねます。なので親指はもう少し色を重ねたいので、薄くでいいので2度塗りします。2度塗りしましたのでライトで固めます。はい、左手は中指がミラーアートで、人差し指と小指にストーンをつけようかなと思います。ここと小指に軽く2度塗り。そんなに濃く色つかなくてもいいかなと思うので軽めで大丈夫です。この3本が少しだけ色が濃い感じです。ライトで固めます。次に使うのはこちら、もうこれ毎回登場してて3連続ぐらいこれ使ってるんですけど、このギャラクシージェルクリアですね、アイスジェルの1557、少しピンクがかったカラーですね。これを塗っていきます。これを塗るのは中指と薬指、薄く塗ってある方に塗ります。まず一度塗り、これも一度塗りで、このギャラクシージェルも一度塗りでを完成させますので、まず一度塗りします。次にマグネット、磁石です。これで完全に近づけずにギリギリのところを攻めて、今ちょっと右側がふわっと立ち上がったと思うんですけど、これぐらいで止めておいて、この左側もゆっくりと近づけて、立ち上がりましたね。もう立ち上げる程度、キメを立ち上げる程度、こんな感じ。はい、今回はこんな感じ。角度によって見えたり見えなかったりするぐらいがいいので、これで仮で固めますね。いつも使っているこういうライトで固めます。軽くで大丈夫です。表面の動き止める程度で大丈夫です。これをもう一度薬指にも塗ります。マグネットで動かします。いい感じに立ち上がりました。次に使いますのがこちら、アイニティのノンワイブマットトップ。こちらマット仕上げになるタイプのトップコートです。次に塗るミラーアートのミラーを付着するのを防ぐ目的があります。じゃあこの2本一旦艶消し状態に仕上げます。普通のトップコート塗るのと同じような感じで、さらっと、そんなに分厚くならないように気をつけながらさらっと塗ります。
これもライトで固めます。はい、こんな感じでザラザラのマットに仕上がりました。この2本の先端にこういった感じのフレンチのデザインをつけるので、使うのはこちらノンワイプレジンジェルリッチレストの商品です。粘土性のあるジェルなので、これでフレンチラインを描きます。ざっくりフレンチを描きます。もうそこまでね、フレンチも神経質にならなくてもざっくりでいいかなとは思います。透明だけどマットコートの上だと結構透明でも目立つので光るからね、ざっくりこんな感じで描きます。薬指も同じように描きます。フレンチって結構難しい、バランス取るのがめんどくさかったり難しかったりするので、フレンチが苦手な方は横に1本のラインみたいなまっすぐラインを太めのライン引くだけでもいいと思います。これでライトで固めます。はい、ライトで固めました。次にフレンチラインに塗るミラーパウダーなんですけど、このアゲハのブロンズかな、多分ブロンズだったと思うんですけど、ブロンズのミラーパウダーとこのウルトラピンクっていうオーロラパウダーをミックスしたものを塗っています。1対1ぐらいで混ぜて作ったものがこちらでございます。すごい大量に作りすぎたので他のデザインでも作りたいんだけど、これも楽天で買ったシリコーンのプッシャーですね。先端がプニプニしてて使いやすいんですけど、こんな感じでこれである程度塗りつけようかなと思ってます。先端ですね、三角だから細かいところにね塗りやすいんですよ。でさっきねやったミラーの部分にこすりつけます。こういう先端が三角だからトップエンドとかにも、トップエンドっていうかこのね端にもつけやすい。いい感じのピンクができてる。こんなにちょっとしか使わないのにね、こう大量に作りすぎてやばい。さささーっとこするだけでかわいいフレンチラインができました。かわいいかわいいね、かわいい。ですっごい粉だらけなので、ティッシュでも何でもいいんで、ちょっと粉をね受け取るようにと引いてですね、このネイルベッドに付着した粉はこういうブラシでさっさっさと払うと、綺麗になりました。これでどうですか？飛び散りもかなりないと思うんですけど、もしこの段階で飛び散りが気になるなっていう場合は、キッチンペーパーに消毒用エタノール染み込ませたものでこういう感じで拭き取る。この角とかを使ってこういう感じで拭き取るとすっきりします。でもっと細かいアートの時はさらにトップコートを重ねてからちゃっと拭き取るといいかなと思います。次はこういう感じでストーン乗せていきます。その時にもこのノンワイプレジンジェルが垂れていかなくていいので、こういうのを使います。私の場合はこのレジンジェルを全体にささっと薄く塗って言ったら接着剤ですね。今回はねオーロラを乗せました。オーロラの SS3 と SS5 を混ぜて使いました。ちょっと筆、こういう筆で取っちゃら汚れるからあんまり取りたくないんだけど取っちゃえ。まずオーロラ、大きさ一つでもいいです。1種類のもう SS3 でいいかな。今 SS5 一つ乗せたけど SS3 でいいです。で次パールも 2mm のものです。サイズ的にね直径っていうのかなが 2mm のもの、本当に小さいの。私の爪がね小さいから、2mm のもの乗せました。次はこういう感じのブリオン。このエリコネイルさんのブリオンがなんかねめっちゃ柔らかくて小さいんですよ。だから私の爪にめっちゃぴったりだからこればっかり使いますね、自分の爪の時は。ちょっとお爪の大きい方にこれは物足りないんで、お客様にも爪が小さい方の時はこれ使うかな。こんな感じで可愛い感じにできましたら、ちょっと最終的な
位置を調整、バランスも見てですね、こんな感じかなっていう風にできたら、ここでもう一手間、私の大好きなプレストの T1、 これがもう探しても売ってないから、私今血眼になって探してるんですけど、もうなくなりそうなんですよね。どうしようかなっていう感じで、細筆でちょっとだけラメを取って、この塊の2箇所ぐらいに散らす。こんな感じ。そしたらなんかゴージャス感がアップするので散らします。こんな感じ。かわいい。これでライトで固めます。ではこれで最後コーティングして仕上げます。コーティングするのはいつものクリストリオのベーシックワン。ハードジェルですのでアセトンで溶けないジェルですね。だから結構硬くてすごい綺麗なツヤになるので、仕上げはいつもこれを使います。はい、ライトで固めました。これで完成になるので、最後に拭き取って仕上げます。いつもコットンに消毒用エタノールを染み込ませて拭き取ってたんですけど、それでも全然十分拭き取りはできるんですけど、今回はこういうものを使って拭き取ります。これはさっきトップコートジェルで塗ったこのクリストリオっていうところのメーカーから出てるベーシックワンワイピングソリューションっていうものなんですけれども、この液体はこれね、ジェルの拭き取りする時の液体なんですけど、全面に染み込ませたもので拭き取るとすごいツヤがねピカーって出やすいので、失敗なく拭き取れるっていう感じです。消毒用エタノールで拭き取ってた時はたまにね曇っちゃう時があったりするんですけど、これだとそういう状態がほぼなく拭き取れてるので、最近はねこれを使って拭き取ってます。吸い込むとね結構むせる感じの液体なんで、そのあたりだけ気をつけてください。はい、こんな感じで、最後のスッキリタイムなんですけど、皮膚を保護していたテープを剥がして終わりです。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと保湿をしてから最後の締めをしたいと思います。保湿に使うのは前回の動画でも使った OPI のプロスパっていうキューティクルオイルです。このねスポイトタイプがいいんですよね。これを甘皮に、これはハンドボディ用化粧水っていうやつなんですけど、これでしっとりとさせて、こんな感じでなじませる。こんな感じで保湿いたしました。いかがでしょうか。今回作ったネイルこんな感じです。今回ねピンクにしたのはね、気温が先週末すごく高くって春を感じたんですよ。だけど今日また寒いっていうね、この撮影してる時点であったかいんだか寒いんだかわからないんですけど、指先はちょっと春っぽくいたしました。こんな感じで完成です。今回使った材料のおさらいです。まずベースジェルはジェルグラフのソリッドベース。ピンク色のカラーはコイストの E139 番。ギャラクシージェルはいつものアイスジェル1557。その後にこちらのノンワイプマットトップアイリティですね。こちらでコーティングを一旦してマット仕上げにしました。その後フレンチラインはノンワイプレジンジェルリッチ。これはブレストの商品です。これでフレンチラインを描きました。その上にアゲハのミラーパウダーとこちらのウルトラピンクっていうオーロラパウダーをミックスしたものを塗り付けました。あとストーンはオーロラ、パール、ブリオン、ラメっていう感じですね。お爪の小さな方におすすめのこのエリコネイルのブリオン、すごくね細かいブリオンです。最後のトップコートはこちらのクリストリオのベーシックワン、いつも使ってるやつですね。で拭き取る時にもこちらのクリストリオのワイピングソリューションっていうやつ、これで拭き取ってスッキリさせています。今回使った材料は以上です。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。いつもありがとうございます。グッドボタンと高評価で応援していただきますと動画制作大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。